私の名前はみちこ。今年で30歳。車椅子で生活をしている。生まれた時から体が不自由だったわけではない。3年前までは私も自分の足で地面を踏んで歩いていたのだ。しかし、とある事故をきっかけに、私は両足の自由を失ってしまったのである。その日は当時の夫の勝也と買い物に出かけていた。久しぶりに休日が一緒になったため、いつもより少し遠出をして、郊外の大型ショッピングモールに向かおうという話になったのである。ちょっとした非日常に私も勝也も浮き足立っていた。キッチン用品やお惣菜を買って大荷物で駐車場に向かう途中。横断歩道が遠いな。みちこ、ここを渡っちゃおうぜ。と言い出したのは勝也だった。でもこの道結構広いよ。大丈夫だって。ほら、全然車も来てないし。今。そう言って走り出した勝也を追って、私も道を渡ることにした。勝也、危ない。勝也は車は全然来ていないなんて言ったけど、広い道路をたまに通る車はスピードを出している。やっぱり少しくらい遠回りでも横断歩道を渡った方がいいんじゃないか。引き返して回り道をしようと先を歩く勝也に声をかけようとして私は悲鳴を上げた。両腕に買い物袋を抱えた勝也のすぐそばまで猛スピードの車が迫ってきていることに気づいたのである。私はお惣菜の袋を投げ捨てて勝也を突き飛ばす。その時は心の底から勝也が無事でよかったと思ったのだ。しかし悲劇はそれだけでは終わらなかった。は？仕事を辞める？そうよ。こんな足になってしばらく治療も続くし、復帰もいつになるかわからないから、残念だけど仕事は。じゃあどうするんだよ。みちこ、お前どうやって生活していく気だ？どうって、あなたがいるでしょ、勝也。私がそう言うと、勝也は、はぁと怒鳴るような大声で言った。障害者になって、ろくに家事もできない。仕事もできないなんて役立たず。俺は抱え込む気はないからな。離婚だ、離婚。病院のベッドからまだ起き上がれない私に対して、勝也は離婚届を押し付けてくる。そこには私の記入する欄と押印以外のすべての事項が記入されていた。用意周到すぎる。勝也は私が仕事を辞めようが辞めまいが、離婚を切り出すつもりでいたのだろう。文字通り、足を引っ張るだけの障害者の嫁なんて、俺の人生には必要ねえんだよ。次はもっと若くて金持ちの女を捕まえるかな。横断歩道のない道路を渡ろうと言い出したのは勝也で、私はその勝也をかばってこんな体になったのに、悪びれることもなくそんなことを言う夫のことが信じられなかった。私の体がどんな風になってもきっと支えてくれると信じていたのに。最終的に私は勝也との離婚に同意した。はじめは何とか抵抗しようとしたものの、私が何かを主張すればするほど、勝也の態度はひどいものになっていった。この人を無理やり解き捨てて夫婦関係を続けたとして、この後の生活でまともな扱いをされるはずがない。両親にそう説得された時には、私の心はぽっきりと折れてしまっていた。顔を合わせるたびに、役立たず、無能のお荷物、生きる価値がない、と口汚く罵ってくるようになった勝也と、一刻も早く離れたい。その一心で離婚届に判を押した。当然、慰謝料請求なんて余裕はない。最低限の財産分与を行って、私は勝也から逃げるようにして実家に帰った。体の治療に加え、勝也とのことで心にまで深い傷を負った私は、それからの数年間をどん底の状態で過ごした。事故から3年経って、私は何とか立ち直ったと言ってもいい状態にまで回復していた。事故に遭ってすぐは実家に引きこもって塞ぎ込んでいたが、今では行政の雇用支援を受けて社会復帰するまでに至っている。車椅子生活は変わらないが、根気よく訓練やリハビリを続けたこともあって、今では一人で外出できるほどまで回復していた。車椅子用にカスタムされた台所であれば、
料理だってこなすことができる。一人で車椅子に乗ることもできず、家にこもりきりだったことが嘘のようだ。電車の乗り降りの際に快く介助してくれた駅員さんや、気遣ってくれた周囲の乗客の人々のことを思いながら、私は空を見上げる。たくさんの人に支えられて生活することは、辛いことや大変なことも多いが、それ以上に他人への感謝の気持ちを育むことができる。と、いけない、打ち合わせの時間に遅れちゃう。私が慌てて車椅子のハンドリムを掴んで進もうとすると、突然背後から声がかかった。お、みちこじゃないかよ。一瞬、誰に声をかけられたのかわからなかった。知り合いだろうかと後ろを振り返り、私は反射的に顔をしかめることになる。なんだよその顔。元旦那に向ける面か？そこには数年分年を取った勝也の姿があった。派手な趣味のスーツに身を包み、私の知る頃よりでっぷりと声太っているその様子に、一瞬知らない人かと思ったが、私を見下すその視線は見慣れた勝也のものだった。勝也。こんなところで会うなんて奇遇だな。お前の実家はもっと田舎だろ？何しに来たんだよ。私にだっていろいろ用事はあるのよ。へえ、この辺は事務所だのばっかりのオフィス街だぜ。お前みたいな職もない障害者に用があるとは思えねえけどな。ポケットに手を突っ込んで笑う勝也は、自分の発言の何が面白いのかゲラゲラと笑っている。その言葉を黙って聞いている気にはなれず、私は静かな声で反論をする。職もないなんて言わないで。今は私だって仕事に復帰してるんだから。はあ、そうなのか。でも言ったって障害者のできる仕事だろ。どうせ大したもんじゃねえんだから、そんな偉そうな口聞いてると後悔するぜ。そして勝也は聞いてもいないのにベラベラとあの後の自分のことを話し出した。曰く私と離婚してから勝也はすぐに今の妻と出会い再婚したのだという。新居に引っ越し、もうすぐ子供も生まれると自慢げに言ってきた。お前とは全然子供もできなかったし、マジで離婚して正解だったわ。今の嫁さんは実家も金持ちだし、そのコネであの市川商事に就職も決まったんだよ。本当にお前と別れてから人生バラ色だわ。お前で完全に役落としできたかな。などと笑いながら言い放つ。自分をかばって一生の傷を負った私に対して出てくる言葉がそれなのかと思うと吐き気がした。そして私は胸の内がスッと軽くなるのを感じた。今の今まで心のどこかにあった迷いが、この勝也の態度によって完全になくなったのだ。あのね、私の新しい名字、市川っていうのよ。は？それがどうした？で、市川？そう、市川。そして私の夫が経営している会社は市川商事っていうの。おい、待ってくれよ。嘘だろ？嘘じゃないわよ。こんなくだらない嘘つくわけないじゃない。今の夫の信弘さんとは障害者の支援ボランティアを通して知り合った。リハビリ施設の人たちに誘われ、信弘さんの会社が主体となって行われているイベントに参加したのがきっかけだった。イベントでは他のスタッフの人に混じって現場で働いていた信弘さんが、実は主催の会社の大企業の社長だと聞いたときはとても驚いたが、立場や権力をひけらかさず、一人の人として私に寄り添ってくれた彼に惹かれたのである。信弘さんの方も私に興味を持ってくれていた。勝也のことでまだ心に傷を残していた私と、長年仕事一筋で恋人なんて作ったことがなかったという信弘さん。お互い手探りの交際は始まったが、意外にも結婚に至るまでは早かった。私の両親や信弘さんの家族が後押ししてくれたのが大きかったのだろう。美智子さんの生活を助けたい。今住んでいるマンションを手放して、美智子さんの過ごしやすい家を用意しようと思っているんだ。と、プロポーズよりも先に
新居の話をされた時には驚いてしまったが、そんなこんなで、信弘さんとの結婚生活も1年が過ぎたついこの間、神妙な面持ちの信弘さんが、とあることを私に教えてくれたのである。古くからの社員の一人が、どうしてもつてで入社させてくれって言ってきた中途社員が一人いて、その人の名前を確認してみたら、勝也って言うんだ。それに、この名字、美智子さんの古い名前と同じだろ？気になって調べてみたんだけど。そう言って差し出されたのは、勝也の履歴書だった。息を飲み、驚いた様子の私を見て、すべてを悟ったらしい信弘さんが、ゆっくりと言う。美智子さんが望むなら、今すぐこの人を解雇することもできる。でもそうする前に、できることがあると思うんだ。できること？美智子さん、この人と離婚した時に、慰謝料請求も何もできなかったって言ってたろ？調べてみたら、離婚後でも期間内なら慰謝料請求ができるらしいんだ。今うちの会社にいるってことは、この人にはある程度の支払い能力があるってことだ。でも無職になったらそうはいかない。今のうちにいろいろ調べて、きちんと償いをさせよう。そう、今日私が一人で慣れない町に来た理由は、勝也への復讐の準備をするためだったのである。信弘さんの紹介してくれた弁護士事務所に足を運び、離婚後の慰謝料請求について相談をする予定だったのだ。私がとつとつとそう語るうちに、勝也の顔色は真っ青を通り越して髪のように白くなっていた。頭髪の薄くなった額に油汗が滲んで、つーっと伝え落ちる。そんな、待ってくれ。今更慰謝料請求なんてされたら。何が困るの？私で役落としはすっかり終わらせたんでしょ？人生バラ色なんでしょ？だったら慰謝料くらい払ってくれてもいいじゃない。困るんだ。すまなかった。謝って済むならいくらでも謝る。だから請求は。そう言って勝也は往来であるにもかかわらず土下座をしてきた。道行く人々が怪訝な表情をして通り過ぎていくが、勝也は必死すぎて体勢を整える余裕もないようだった。謝って済まないから請求するのよ。悪かった。すみませんでした。だから今の家庭にお前のことを知らせるのは。その言葉を聞いた瞬間、プツンと頭の中で細い糸が切れるような音が響いた。この後に及んで勝也は私のことを本当にただの厄介な過去としか思っていないのだ。隠しておきたい忌まわしい過去であって、反省の念だとか後悔の気持ちだとかはこれっぽっちもないのだ。まだ道に額をこすりつけている勝也を避けるようにして、私は車椅子を進める。待ってくれ、美智子。やめてください。離してください。車椅子を掴んで止めようとしてくる勝也を振り払おうと、私が大声を出すと、異様な雰囲気を感じ取ったらしい周囲の人が勝也を取り押さえてくれた。数人の男性に取り押さえられていた勝也はしばらく暴れていたものの、パトカーのサイレンが聞こえる頃にはおとなしくなっていた。それから私は予定していた通りに勝也に対して慰謝料請求を行った。当然その知らせは勝也の現在の妻も知るところになったらしい。驚いたことに勝也は自分がバツイチであるということを新しい妻に知らせずに結婚していたのだという。突然裁判所から連絡が来たと思ったら、自分の夫が元既婚者であることを知らされ、その上、その離婚の経緯まで知ることになった彼女は、すっかり勝也に対して幻滅したらしい。今まで嘘をつかれてきた上に、そんな非道なことをする男にはついていけないと、離婚届を勝也に叩きつけたとのことだった。突然多額の慰謝料を支払うことになったのに加え、妻まで失った勝也。その上、勝也は彼女の父親のつてで、信弘さんの会社に入社していたのだから、話は離婚だけにはとどまらない。当然、勝也の行いは会社にも知れ渡ることになる。勝也は半年ほど信弘さんの会社で粘っていたようだったが、私への慰謝料の支払いが完了すると同時に、逃げるように自主退職していったらしい。それもそうだろう。
最終的には社長の嫁を事故に遭わせた上、車椅子になったその人を捨てて、新しい女に走ったというところまでしっかりと広まってしまったのだから、居心地が悪かったに違いない。しかし、噂はすべて真実なのだから、勝也の自業自得というほかない。勝也は年を重ねてからの再就職ということもあり、なかなか新しい職場が見つからないようだった。お前から旦那に頼んで、会社での噂をなかったことにして再就職させてくれ。なんて泣きつく電話がかかってきた時には驚いたものだ。どうやら勝也は現在、工事現場や交通整理といったバイトを複数掛け持ちしてなんとか食いつないでいるようだった。しかし泣き疲れたところでそんなことできるわけがないし、するつもりもない。何を言っているんですか？あなたはどちら様ですか？どちら様って、そんな冷たいこと言うなよ。元とはいえ家族だろ？いいえ、あなたはもう家族ではありません。私の家族は父と母、それから信弘さんたちだけです。私はそう切り捨てて通話を切り、そのまま和也の番号を拒否設定にした。同情の気持ちは一切ない。和也には自由に動かせる足があって、いくらでも体を動かすことができるのだから、それを使って働けばいいと思う。私はというと、数年前から変わらず、信弘さんと一緒に生活している。車椅子での生活は、やはり不便なことも多いし、辛い思いだってたくさんする。未だに、あの時の事故がなければ、と思わない日はない。しかし、どんなに辛くても、そばで支えてくれる家族がいる。それに、来年には、その家族も増えるのだ。私はまだ大きくなり始めたばかりのお腹を撫でて、軽く目を閉じた。まだ性別もわからない我が子だが、この子が生まれてきたら教えてあげたいことがたくさんあった。人はたくさんの他人に支えられながら生きているということ。人と違う部分があって、他の人よりも多く助けてもらわなければいけなかったとしても、それを恥じてはいけないこと。そうして誰かに助けてもらいながらでも歩き続けていけば、その輪立ちが巡り巡って誰かの助けになるかもしれないこと。でもとりあえず今は無事に元気に生まれてきてくれさえすればそれでいいんだよ、と私は自分のお腹に語りかけるのだった。